13世紀、世界最強と謳われたモンゴル軍がある国によって3度も退けられたという事実が存在します。この国の名はベトナム。広大な領土を誇り、圧倒的な軍事力で数々の国々を征服してきたモンゴル帝国が信じがたいことに、この小さな東南アジアの国に手を焼き、最終的には屈辱的な撤退を余儀なくされたのです。世界最強を誇るモンゴル軍が3度にわたってベトナムに侵攻。今回はその第一次侵攻についてご紹介します。ベトナムは黄河デルタを中心に肥沃な土地を持ち、農業が非常に発展していました。この地域に住んでいたのはベトナム人ですが、ベトナム人の直接の祖先とされるのは、越族と呼ばれる人々です。モンゴルとの壮絶な戦いについて話を進める前に、その起源について少し掘り下げてみましょう。越族の越は、中国古代の春秋、戦国時代にあった越に由来します。元来、ベトナム人たちは中国の河南地域にいたのでした。それが、南下してきたわけです。紀元前111年には、前漢の武帝の代であった中華王朝の攻撃を受けて、領土を併合され、以降、何度かの短期間の反乱、独立を経ながらも、1000年近くにわたって中華王朝に服属する時期が続きました。その後、中華にて唐が衰退し各地の分閥が独立していき、やがて唐が滅亡し、五代十国時代と呼ばれる乱世に突入すると、この流れに際して中国から独立する形で、大越国が生まれました。大越国は11世紀初頭から、現在のベトナムの首都ハノイにあった、タンロンを首都としてベトナム北部を支配してきました。1225年まではリー氏という一族が皇帝の地位を継承していましたが、しかし、このリー朝は伝統的なベトナムの豪族の勢いが強かったこと、それから農民に多大なる税をかけるなど、困難な状況が続きました。さらに自然災害が発生し、宮廷内での争いや暴動も頻発しました。こうした混乱の中、リー朝は外戚のチャン一族によって滅ぼされます。その後、チャン氏が引き継いだ大越国は、中央集権化を進めていきます。そして、中国に倣い、行政制度や官僚任用制度である科挙を整えていきます。この時期のベトナムは、近隣諸国との良好な関係を築き、交易や文化交流を盛んに行いました。以上が13世紀半ばにモンゴル軍が侵攻した時のベトナムの情勢です。いよいよ、モンゴルとベトナムの戦いに話を進めていきましょう。1253年、モンゴル帝国の第4代皇帝、モン家は弟のフビライを派遣し、大理国を征服しました。大理国の国王はフビライと直接対面することを恐れ、使者を通じて降伏の意思を伝えました。これを知ったフビライは怒りの炎を燃やし、国王が直接来るとはどういうことだ。代理の国王はフビライの前にひれ伏し、土下座で謝罪する羽目に、国王の威厳はすっかり失われ、顔を地面に押し付ける姿は、まさに悲惨な光景そのものでした。しかし、その後フビライは、モン家と作戦をめぐり対立し、北方へ戻されることになります。代わりに、遠征軍の縮小として配置されていた、ウリャンカダイが代理国に泊まることとなりました。このウリャンカダイという人物は、あの有名なチンギス・ハンの宿の一人、スブタイの息子です。ウリャンカダイは、現在の雲南やチベット周辺、さらには南宋の南西端に位置する小さな王国など、代理から周辺へと広範囲にわたる遠征を行いました。その姿は、まるで西方世界を恐怖と混乱の渦に巻き込んだ、父、スブタイの凄まじい戦果を再現するかのようでした。この遠征の過程で、ウリャンカダイは大越の北の国境にまで到達しました。モンゴルにとって、大越が無抵抗で服従してくれればそれに越したことはありません。モンゴル軍も正面から衝突することは避けたかったのです。ウリャンカダイの真の目的は、南宋に対する南側の戦線を構築することにありました。南宋攻めに集中するために、周辺国の戦力を無力化する必要があったのです。メインターゲットは南宋であり、大越はその陽動作戦の一環に過ぎませんでした。つまり、大越への侵攻は、南宋への支援を牽制するための策略でした。1258年、モン家は南宋に対し3方向からの大規模な攻撃を計画しました。ウリャンカダイの軍隊も、この作戦に呼応して南宋との戦いに向かう必要があったのです。この一連の戦略と戦闘の背後には、モンゴル帝国の広大な野望と緻密な計画が潜んでいました。しかし、ウリャンカダイが大越を背にして、南宋へ進軍するのは、まるで爆弾を抱えての旅のようなものでした。なぜなら、大越は名目上とはいえ、南宋に長行しており、モンゴル軍が南宋に攻め入る際に、大越が背後から攻撃してくる可能性があったからです。そこで、ウリャンカダイは、大越の意図を探るべく、使者を派遣します。我々はこれより南宋を滅ぼすために北へ進軍する。大越もモンゴルに従い協力せよ。もし協力するならば、自治を認め、交易を行う用意がある。しかし、拒むのであれば、我々は大越に対する攻撃を躊躇しない。
ところが、大越の皇帝、陳大宗の返答は予想外のものでした。陳大宗は冷笑し、無別を込めて言い放ちました。モンゴルのたわごとなど、クソでも食らわせてやりたいところだ。そして彼はモンゴルの死者を捕らえ、牢に入れてしまったのです。死者が戻らないことで、大越が敵対的であると判断したウリャンカ大は、背後に敵を残したまま北上するわけにはいきませんでした。この状況を受け、ウリャンカ大はまず大越を攻め落とすため、南への侵攻を決断します。1257年の冬、彼はスムタイの孫で自分の息子であるアジユと共に、大越の地に足を踏み入れました。モンゴル軍は約3万、モンゴル人の精鋭に加え、現地で徴収された兵士たちで構成されていました。一方、大越の兵力については明確な記録が残っていませんが、国王自らが出陣していたことから、相当な規模であったと推測されます。父上、偵察から戻りました。大越には歩兵と騎兵だけでなく、戦争部隊もあり、さらに水軍の準備も万端のようです。ウリャンカ大は考え込みました。戦争は確かに手強い。しかし、水軍についてはわしに策がある。彼は続けて言いました。戦争の対策はお前に任せるぞ、アジュ。ウリャンカ大は密かに計画を胸に抱きながら、息子に重要な任務を託したのです。戦いは黄河北岸の兵霊源で始まりました。モンゴル軍など恐れるに足りぬ。踏み潰してしまえ。この戦いの主役は、大越軍が誇る戦争部隊です。特に、国王の陳大宗自らが指揮を執っており、士気は高まる一方でした。モンゴル軍の矢も、戦争の分厚い川には全く通用せず、効果を発揮しませんでした。しかし、モンゴル軍は過去のインドやペルシャの侵攻で、戦争との戦いのノウハウを蓄積し、対策を講じていました。いかに川が厚くとも目まで硬い獣はおらぬ、目を狙え。モンゴル級イタチは、戦争の目を狙い撃ちすると、戦争が混乱し、大越軍の戦列が乱れました。戦争はその威力を持ちながらも、制御が難しいという欠点があります。結果として、大越軍は次第に崩れ、改装が始まりました。陛下、お下がりください。私が護衛を務めます。モンゴル軍は霊峰人が率いるしんがり部隊に矢の雨を浴びせますが、霊峰人も船の板を盾に矢を防ぎつつ、退却に成功します。霊峰人という勇敢な者たちが国王の安全を確保し、陳大宗は無事に撤退することができました。しかし、大越軍は1万人以上の死者を出し、王族も犠牲となる惨劇が繰り広げられました。勝利を確信したウリャンカ大は、その勢いで大越の首都、丹論に進軍しますが、そこで彼が目にしたのは、何もかもが失われた廃墟と化した都でした。皇帝はもちろん、役人や住民までが食料を持ち出し、都から避難していたのです。これは聖夜作戦と呼ばれる戦術で、都市を破壊した旗を焼き尽くすことで、敵が現地で物資を調達することを不可能にするものでした。略奪を前提とするモンゴル軍にとって、この戦術は甚大な影響を与えました。クソ！ウリャンカ大は怒りに震えました。彼の劇場は、都に残っていたわずかな住民に向けられ、彼らを処刑し、都に火を放ちました。ウリャンカ大とその軍勢は1ヶ月もの間、廃墟と化した都に居座り、補給の道を探し求めました。しかし、良策は見つからず、次第に飢えが襲いかかります。補給ができないなら、もう兵を引くしかないのか。とウリャンカ大は不祥事を認めました。第一征服という夢が目前に迫っているにもかかわらず、門家の南宋侵攻に呼応するため、早急に北へ戻る必要があったのです。結局、ウリャンカ大は歯がゆい思いを胸に秘め、撤退を決意したのです。以上がモンゴルの第一次ベトナム侵攻のあらすじです。結局のところ、この戦いをどちらが勝利したと考えるべきでしょうか。一般的には、特にベトナムでは大越の勝利とみなされています。確かにモンゴル軍も大きな被害を受け、最終的には撤退を余儀なくされました。モンゴル軍は戦いのいくつかで勝利を収め、一時的に都を占領することができましたが、肝心の目的であった大越の完全征服には至りませんでした。むしろ、大越はその強固な防衛策を駆使し、モンゴル軍の猛攻を食い止め、領土を守り抜くことに成功したのです。当時、モンゴルの侵攻を受けて壊滅した国が数多く存在していた中で、大越は圧倒的な軍事力を誇るモンゴル帝国に対して果敢に立ち向かい、見事に自国を守り抜いたことから勝利を収めたと評価されるべきだと思います。その後、ウリャンカ大は門家と合流するため、宋の南西国境を越えました。進軍の途上、彼は再び大越に服属を促す使者を派遣しました。荒れ果てた城壁の前で、陳大宗は冷ややかな目で使者を見下ろし、言い放ちます。貴様らは我が国を焼き払っておきながら、まだ服属を迫るとは、ふざけた真似を。陳大宗はモンゴルの使者を縛り上げ、ウリャンカ大に送り返すことに決めました。ところが、すぐに南下させ、王宮の静かな一室で、
彼は息子と霊峰人に向かい、冷静な口調で命じます。服毒の意を示すため、そなたたちが同行する必要がある。息子は父の目を見つめながらゆっくりとうなずきました。ウリャンカ大は大越の使者を見て顔をしかめます。その時、霊峰人がウリャンカ大に言いました。我らは大越の使者である。陳大宗陛下は貴公に我が国の服属の意を伝えるため我らを送り出しました。お前たちはカーンへの使者だ。殺すことはできぬ。行け、カーンのもとへ。ウリャンカ大は大越の使者を門家のもとへ送り出しました。しかし、運命はさらに一転します。乱争との戦の最中、門家は突然の死を迎え、使者たちが到着した時には、彼の座には不備来がついていました。不備来の前で、使者たちはひざまずき、静かに言いました。大越は、宝物を捧げることで、モンゴルへの忠誠を示します。不備来はしばし沈黙した後、うなずきました。3年に一度の宝物でよい、その条件で、大越を受け入れよう。こうして、大越はモンゴルに対して3年に一度の宝物を捧げることで、和平が成立しました。モンゴルとベトナムの戦いはまだ幕を閉じませんが、次の遠征までには20年以上の月日が流れますので、一旦ここで、第一次遠征で名を馳せた英雄たちのその後を少しだけ追ってみましょう。1259年、乱争攻めの最中、門家が突如としてこの世を去ります。これを知ったウリャンカ大は、迷いなく不備来の旗の下へと駆けつけ、以降も彼を忠実に支え続けました。しかし、戦乱の嵐の中で燦然と輝いていた彼も、やがて歴史の陰に消え、1271年、71歳で静かにその生涯を閉じました。そしてウリャンカ大の息子、アジュですが、彼は南宋攻めでも、その名を轟かせました。しかし、その後は中央アジアに派遣され、数々の冒険を繰り広げた末に、1280年頃、若くしてこの世を去ったとされています。しかし、ここで物語は終わりません。むしろ、これは序章に過ぎないのです。アジュの死後、モンゴル軍は再びベトナムに目を向け、1283年に第二次ベトナム遠征を開始します。この戦いは、第一次遠征が、ウォームアップに過ぎなかったことを痛感させるほどの激しいものでした。次回以降、その壮絶な戦いの全貌をお届けします。モンゴル軍がどんな大胆不敵な作戦を打ち立てるのか、そしてベトナムがどのようにして立ち向かうのか、次回をお楽しみに。